よく晴れた日差しの暖かい日、俺は今日もいつもと変わらず聖火の修行に明け暮れていた。なかなか様になってきたじゃねえか。まだ荒削りだけど筋は悪くない。この調子で頑張っていけばいい職人になりそうだ。幼児おじさんは僕の母親の弟で、この店のオーナー兼店長。幼い頃からよく遊んでもらっていた優しいおじさんだ。20代で専門学校を卒業後、フランスで修行をしたおじさんは帰国後にこの店を立ち上げた。小さな町の洋菓子店だけれど、本格的なケーキが楽しめると大人気。今でも根強いファンを持っている。俺はそんなおじさんの姿に憧れて、幼い頃からパティシエになる夢を抱き続けていた。初めは女の子のようだと周りからからかわれていたけれど、俺は全く気にしていなかった。そばで見ていたおじさんの姿は誰よりかっこよかったからだ。結局その気持ちはずっと変わらず、高校を卒業してから製菓の専門学校に入学した。その変わらない気持ちを汲んでくれたおじは、学生時代から俺のことを店でアルバイトとして雇ってくれている。学校を卒業して国家資格を取得した俺は、そのままおじの店に就職。厳しい修行期間を経て、最近は店頭に並ぶケーキの一部を任されている。まだおじさんのケーキにはかなわないけどね。照れながら笑う俺に、おじさんは軽く俺の頭をはたいていった。当たり前だ。歴が違うんだよ。そんな簡単に超えられるようなら、俺の仕事がなくなっちまうだろうが。おじとおいという関係ではあるけれど、師弟としても良好な関係が築けていると思う。俺はおじさんのことを誰よりも尊敬しているし、いつかその大きな背中を越えられるようなパティシエになりたいとも思っている。いつも厳しいおじさんに認められた時に、初めて俺は一人前になれる気がした。なあ匠、お前にちょっと伝えておきたいことがあるんだ。冗談を言って笑い合った後、おじさんは突然真面目な顔をして、店のホワイトボードに貼ってあるカレンダーを眺めながら言った。来月のある日付にひときわ大きな赤丸が書き込まれている。何か特別な日だということを察した俺は、おじさんに問いかけた。その赤丸のことですか？何があるんです？おじさんは穏やかな笑みを浮かべながらカレンダーを見つめる。この日は俺にとって待ちに待った特別な日だ。俺のケーキを待ってくれているたった一人のために。もう用意するケーキのデザインも試作も済んでいるから、当日作るだけだ。俺はそっちに集中するから、お前は店の商品を頼むよ。普段は店に並ぶ商品のほとんどをおじさんが作っている。それはおじさん自身が店の商品にこだわりを持って、自分の納得したものをお客さんに提供したいという高いプロ意識があるからだ。そんなおじさんがその日は俺に店頭の商品を任せてくれるという大事な仕事を任せてもらえるほど、おじさんは俺を信用してくれているし、技術を認めてくれていることになる。この数年、一人前になるために修行を重ねてきた俺には何より嬉しいことだった。頑張ります。大きな声で返事をする俺に圧倒されながら、おじさんは優しく笑う。この期待を裏切らないようにしたい。ずっと憧れてきたおじさんに少しでも成長した今の自分を見せたい。俺はその日を前に一層仕事に全力を注いだ。ところがその日を目前にして誰もが予想しなかった事態が起こる。ある日、横断歩道を渡ろうとしていたおじさんは突然道に飛び出した子供をかばって事故に遭った。最悪なことに打ちどころが悪く、そのまま息を引き取ってしまったのだ。突然の訃報に悲しみがあふれた。喪主を務めるおじさんの奥さんの目にはずっと涙が浮かんでいる。急に暗闇に立たされたような終わりの見えない感情が俺たちを襲った。主を失った店は息が止まったかのようにがらんとしている。どんな気持ちで店に立てばいいのかわからなくなっていたのだ。店の再開を心待ちにしている人がいるのは分かっている。けれどそれはあくまでもおじさんの作るケーキを期待した人たちの気持ちだ。同じケーキを作れる人はもういない。俺が作ったとしても完璧なケーキとして完成するかは
また別の話だ。同じレベルの商品を店に出さなければみんながっかりしてしまう。期待を裏切って店のイメージを下げることになってしまうのなら、いっそこのまま店を畳んでしまう方がいいのかもしれない。葬儀から数日が経っても抜け殻のような俺の思考回路では正解を見つけることができない。頭を抱えているうちにふと店のカレンダーが目に入った。生前おじさんが何としても作りたいと言っていた特別なケーキ。引き出しの中には細かく書かれたデザイン画と試作品の写真が置いてある。その日はもう目前に迫っていた。おじさんの代わりにこれだけは作ってあげなくちゃ。おじさんのように完璧なケーキを作ることができないかもしれない。でもこのケーキを心待ちにしている誰かがいるはずだ。俺はぎゅっと拳を握りしめると、その日から試作品作りに取り掛かった。やったー、できたぞ。試作品を作り始めてから3日後、とうとう俺は自分史上最高傑作のケーキを作り上げた。おじさんのデザイン画通りに忠実に再現するのはなかなかの技術が必要だったけれど、何度も挑戦した結果、いいものができたと思う。赤色をベースに作られたいちごムースのホールケーキ。土台のスポンジにはコーヒーを染み込ませたビターな味わい。カットしたいちごもムースとスポンジの間に散りばめ、酸味をアクセントにしている。そして飾り付けにはチョコレート菓子で作った一輪のバラの花。周りに散りばめられたアラザンと金箔がスタイリッシュで高級感を漂わせていた。最後にラズベリーとブルーベリーをいくつか飾り、ケーキは完成。気がつけば今日がその約束の日。夜通し作り上げたケーキを一旦冷蔵庫にしまうと、俺は仮眠を取るために一度家へ帰った。夕方になり、メモを片手にケーキを配達に行く俺。距離的にはそこまで遠くもなかったけれど、この辺にはあまり来たことがなかった。なぜならそこは高級住宅地。住んでいるのは上品なお金を持った富裕層ばかり。一般庶民として生まれ育った俺には縁のないところだ。坂を登りきり、大きな門のある白い家にたどり着いた。ここらで一番大きな豪邸。外観から漂うあまりの迫力に俺は息を飲んだ。震える手でチャイムを鳴らすと、中から使用人の声が聞こえる。インターホンで事情を説明すると、大きな門が一人でに動いた。驚いている俺を横目に、使用人から中に入るように指示を受ける。恐る恐る広い庭を通り抜けると、目の前に大きな玄関のドアが現れた。一体何事なの？玄関で対応にやってきた使用人の後ろから30代くらいの女性が不機嫌そうな顔を浮かべてやってきた。使用人に説明を受けた女性は俺のことをじろじろと冷たい視線で睨みつけている。ケーキを届けに来ただけでこんなに肩身の狭い思いをするとは思わなかった。金持ちの家ではこんな風に訪れた人間全員を疑うのが当たり前なのだろうか。苦笑いを浮かべていると、不意に女性が俺の持ってきたケーキの蓋を乱雑に開けた。何この貧相なケーキは。こんなもの庶民の食べるものよ。すぐに持って帰ってもらって。そう言ってその場で立ち去ろうとする女性を俺は慌てて引き止めた。待ってください。このケーキはおじが以前からこの家に届ける予定でいたものです。きっとこの家の誰かに渡すはずだったものでしょ。俺の言葉に女性は振り向いて眉間にシワを寄せた。何かの間違いじゃありませんこと。この家には必要ないと言ってるの。わからないかしら。再び俺のもとにつかつかと歩み寄ってきた女性は、俺が手に持つケーキを勢いよく叩き落とした。あっけに取られていると、さらに女性はひっくり返ったケーキの上に自分の足を乗せると、ぐりぐりと床に踏みつぶす。数日かけて作り上げた渾身のケーキをこんな風に踏みつぶされるなんて。いくら富裕層だからといって人間としてやっていることは最低だ。あまりにもひどい仕打ちに怒りや悲しみが胸にこみ上げる。爆発しそうな感情を必死でこらえながら、ブルブルと震える俺に対して彼女は追い返そうと使用人を差し向けた。困惑した表情のまま俺を外に出そうとする使用人。そのやりとりをいつの間にか後ろで見ていた若い女性が
突然悲鳴を上げた。唐突に大声を上げられたことに、そこにいるすべての人間が一瞬固まっていた。私の大切なケーキが。ポロポロと大粒の涙をこぼし、その場に崩れ落ちる彼女。どうやらケーキを踏んだ女性の娘のようだ。泣き崩れた娘にふんと鼻を鳴らす女性は説教するかのようにまくし立てる。あなたが頼んでいたの？こんなみすぼらしいケーキ、一流の諏訪家には必要のないものよ。ケーキが欲しいのならもうすでに食堂に運んである三段ケーキで十分でしょ。目の前で娘が悲しんでいるというのに謝罪の一言もない。この親は一体どんな神経をしているのだろう。人間性を疑うような目で俺は女性を見つめていた。そんな俺に何かを言おうと女性が口を開こうとした瞬間、その場で泣いていた娘が声を上げた。このケーキはただのケーキじゃない。私がおじさんと約束して初めて私が自分で買うと決めたケーキ。正直言って本当に覚えててくれるなんて思ってなかったけど。声を震わせながら必死に絞り出すように言葉を紡いだ娘。彼女は和音さんといっておじさんにこのケーキを注文した本人のようだ。涙をいっぱい溜めた瞳でケーキを見つめる姿がまるで宝物を手にした時の子供のような表情だった。10年前この家で育っていることが窮屈に感じて、稽古も勉強も全部捨ててどこかに行ってしまいたくなった。子供の足だからそんな遠くへは行けなかったけれど、それでも一人で歩いて行けることが嬉しかった。でも途中で雨が降ってきてしまって、たまたま雨宿りにあの店に寄ったの。ショーウィンドウに並んでるケーキがキラキラ光って見えた。お金持ちの家の子だと言っても親と一緒にいるわけじゃなかったから、お金も持ってなかったし、ただケーキを眺めることしかできなかった私におじさんは優しく話しかけてくれたの。ポツポツと昔話を始めた和音さんの言葉に耳を傾ける。彼女は目を細めながら当時のことを思い出しているようだった。お店に並んでいない試作品を味見してほしいと店の中に招かれて、私は初めておじさんのケーキを食べた。繊細で優しい味がしておじさんの人柄が感じられた。その時に私おじさんにお願いしたの。私の20歳の誕生日にとっておきのケーキを届けてほしいって。たった一度きりしか来なかったお金のない小学生とそんな約束をしてもどうせ忘れられているだろうと思ってた。だけどおじさんはこうして約束を覚えていてくれた。こんなに素敵なケーキを私のために作ってくれたのに。思い出に浸った後、ぐちゃぐちゃになったケーキを見つめていた和音さんはものすごい形相で母親を睨みつけた。その表変ぶりに女性は少したじろいでいた。自分のものでもないのに勝手に送り返そうとしたり、食べ物を粗末にしたり、あなたのやっていることは人として恥ずかしいことです。育ちを疑われても文句を言えませんよ。20歳になったばかりの娘に正論を振りかざされた母親は顔を真っ赤にして怒り出す。正直これは逆ギレと言われてもおかしくはない。プライドを傷つけられたと言わんばかりにあからさまな苛立ちを見せる女性。使用人は2人の間でおろおろとするばかり。生意気な。母親に向かってなんて口の利き方なの？どんどんとヒートアップしていく2人。その怒声を聞いて家の中にいた他の使用人たちも続々と集まってくる。あなたのことを母親だなんて思ったことは一度もないわ。生みの親でもないくせに偉そうなことを言わないで。私はあなたに育てられた覚えは一切ない。お父様がいる手前、今まで聞き分けよく過ごしてきたけど、もう限界。あなたはお父様がもうそんなに長くないって分かってて、遺産目当てで再婚したんでしょ？初めから見えすいていて、下品なのよ。さっきまでの丁寧な言葉遣いの和音さんから一転、口調の荒くなった彼女は、今もなお怒り狂った母親に一枚の封筒を突きつけた。私ももう20歳になって立派な大人になりました。この家を継ぐのは私です。この中には私に財産のほとんどを生前贈与するという父からの意思が書かれています。公的証書になるので、あなたには一切何も残りませんよ。怒鳴り散らしている母親とは違い、
淡々と相手に詰め寄る和音さんからは、昨日今日ではない怒りの蓄積が感じられる。彼女はきっとこの母親が再婚して家にやってきてからずっと我慢していたのだろう。部外者の俺でもそれはすぐに分かった。何を言ってるの？あの人は寝たきりで、もうそんな書面を作れるほど元気なわけないじゃない。勝ち誇ったかのように告げる女性に対して和音さんはため息をついた。父はまだ自分で文字を書くこともできるし、会話だってできる。そんなことを分かっていないのは、あなたが病院に一切顔を出していない証拠でしょ。義理の娘に再び図星をつかれて思わず口をつぐんだ女性。周りの使用人たちがざわめき始める。すべてを引き継いだからには、あなたにはこの家を出て行ってもらいます。父との婚姻関係をどうするのかはそちらにお任せします。引っ越し代だけは出しますけれど、それ以上はもう私に関わらないでください。そう言って和音さんは俺の手を引いてそのまま家を出た。背中には母親の怒鳴り声が響いている。ケーキ届けてくださってどうもありがとう。食べられなかったのが残念だわ。寂しそうに笑う彼女に俺はおじが亡くなったことを告げた。俺が持ってきたケーキはおじが考案して俺が再現したものだと伝えると、和音さんが再びポロポロと涙を流す。ありがとう。約束を果たしてくれて。赤く腫れたまぶたを閉じたまま和音さんは言った。俺は彼女の頬を指で拭い優しく微笑む。あのケーキはあなただけのものです。また作ります。今度はきっと食べてください。和音さんは穏やかな笑みを浮かべて何度もうなずいた。それから1ヶ月後、気持ちに踏ん切りがついた俺は店を再開することを決めた。おばが言うには、生前おじさんは俺にこの店を譲る気だったらしい。いつか自分が働けなくなったらこの店を守ってほしいと言っていたそうだ。その気持ちを胸に俺は自分なりのケーキを店頭に置く決意を固めた。もちろんまだおじさんのような完璧なケーキは作れないけれど、情熱だけは誰にも負けない。おじさんのケーキを好きだった人たちに美味しいと喜んでもらいたい。その一心で俺は今日もケーキを作り続ける。あれから和音さんも時々店に顔を出してくれるようになった。彼女のために作られたケーキは今や店の看板メニューになっている。ショーウィンドウにそのケーキが並ぶたびに彼女は嬉しそうな笑顔を見せるのだった。